星を救う人。プロローグ、星の声。冬木正人が最後に娘の声を聞いてから3年が経った夜、彼の研究室のモニターに不思議な波形が現れた。お父さん、星は何を話してるの？幼いゆいの声が耳によみがえる。あの日も、今夜のように満月が窓から覗いていた。彼女の小さな手が彼の指をぎゅっと握りしめる感触。望遠鏡を真剣な表情で覗き込む横顔。すべて今は遠い記憶となった。天体物理学の世界では、宇宙は沈黙していると言われる。真空の闇に散りばめられた無数の星々は、目に見える光を放ちながらも、人間の耳には届かない周波数でしか鳴っていない。そう教科書には書かれている。しかし本当にそうだろうか。正人は深く息を吐き、椅子から立ち上がった。研究室の壁には、電波望遠鏡のデータを可視化したチャートが貼られている。そこには、星の声とメモ書きがある。彼が3年前に放棄したプロジェクト。窓際に歩み寄り、静かに月を見上げる正人。そこには答えなどない。星はもだしたまま、ただ冷たい光を投げかけるだけだ。だが、彼の心の奥で眠っていた何かが、静かに目を覚ます。星の声を聞く方法。それは科学の問題であると同時に、失われた何かを取り戻す旅の始まりでもあった。正人はデスクに戻り、埃をかぶった古い装置に手を伸ばした。次の日には、彼の人生を変える少女が研究室のドアを叩くことになるとは、まだ知らないまま。第一章、閉ざされた宇宙。大学の研究棟に残るのは冬木正人だけだった。午後11時を過ぎ、廊下の蛍光灯が自動的に消えていく。窓の向こうには星々が瞬き、天体物理学者である彼にとっては日常の光景だ。冬木先生、また徹夜ですか？清掃スタッフの老人が顔を覗かせた。ああ、少し作業が残っているので。正人は視線をモニターから離さず答えた。老人は首を振りながら去っていく。これも毎晩の光景だった。S225 項のデータ解析に没頭していると、時間の感覚が麻痺する。星の年齢測定に関する新理論の検証は、彼の研究室だけが取り組める最先端プロジェクトだった。正人はキーボードを叩き、数式を入力する。その指先には、かすかな震えがあった。コーヒーを飲み干し、冷えたカップを見つめる。3年前なら、このコーヒーカップの縁に小さな唇の跡がついていたかもしれない。パパのコーヒー、甘くない、という声とともに、正人は記憶を押し戻した。干渉は不要だ。科学者に必要なのは冷静な思考と論理だけ。冬木先生、明日の講義資料、確認しておきました。翌朝、研究室に入るなり、助手の工藤が声をかけてきた。彼は正人の無言に慣れており、続けて話す。それと、学部長からの連絡です。次の公開講座の担当に冬木先生が推薦されたそうで、正人は眉を潜めた。公開講座とは一般市民向けの天文学入門セミナーだ。子供たちや素人相手に、星は綺麗ですね、などと話す時間があるなら、研究に当てたい。断ってくれ。でも先生、前回も辞退されたばかりですし、他に適任者がいるだろう。
工藤を諦めたように肩を落とした。その表情に一瞬だけ罪悪感が湧いたが、正人はすぐに抑え込んだ。研究室の窓からは大学のキャンパスが見渡せる。学生たちが笑い合いながら歩いていく。正人にはその光景が別世界のように思えた。彼の世界は数式とデータが支配する小さな宇宙。感情という不確かな変数は排除されている。昼食を取らずに作業を続けていると、研究室のドアがノックされた。顔を上げると、物理学科長の村瀬が立っていた。冬木くん、久しぶりだね。元気にしているかい？正人は無意味な社交辞令に返答する気力もなく、うなずくだけだった。実はね、来月の国際会議の件だ。君の論文が高く評価されていて、基調講演を依頼されている。これは断れない話だった。正人は重い口を開いた。わかりました。お引き受けします。村瀬は安堵の表情を浮かべた後、少しためらいながら続けた。それと、個人的な話だが、たまには研究室から出てみないか？ずっと引きこもっているのは体にも良くない。正人は村瀬の目を避けた。村瀬は彼の過去を知る数少ない人物の一人だった。忙しいので簡潔に切り上げると、村瀬はため息をついた。彼女たちは君がこうして自分を閉じ込めることを望んでいないと思うよ。その言葉が胸に刺さる。正人は沈黙した。村瀬は諦めたように研究室を後にした。夜が更けていく。正人はデスクの引き出しに手を伸ばした。そこには一枚の写真が収められていた。笑顔の妻、舞と小さな娘。雪の降る公園で撮った一枚。3年前の冬、交通事故で2人を失ってから、この写真を見る回数は激減した。正人は写真を引き出しに戻し、再びモニターに向き合った。星の年齢を測る数式、宇宙の片隅にある塵の動きを計算する理論。それらは彼の心を満たすには、あまりにも空虚だった。星々は黙して語らず、宇宙は答えない。正人の宇宙も同じように閉ざされていた。第2章、星の名を持つ少女。正人が研究室のデータを整理していたある春の午後、研究棟に子供の声が響いた。珍しい音に、彼は一瞬作業の手を止めた。冬木先生の研究室はどこですか？その声は、廊下の向こうから次第に近づいてきた。勝手に入っちゃダメよ。冬木先生は忙しいから。事務員の静止する声とともに、研究室のドアが開いた。12、3歳ぐらいの少女が立っていた。短く刈られた黒髪に大きな目、痩せた体に似合わない、凛とした佇まい。白いワンピースを着た少女は、まるで別世界から迷い込んだ存在のようだった。冬木正人先生ですか？少女はまっすぐに正人を見つめた。そうだが、君は？研究室には許可なく入れないはずだが、少女は動じることなく一歩前に進み、名乗った。松永星名です。星の声が聞きたいんです。正人は眉を潜めた。子供相手に話す気はなかった。残念だが、ここは遊び場ではない。天体観測の施設なら、科学館に行くといい。違います。私が聞きたいのは望遠鏡で見る星じゃないんです。星名と名乗る少女は、ポケットから新聞の切り抜きを取り出した。3年前の記事だった。
星の声を過聴化する新技術、冬木正人准教授が開発。昔の研究だ。ゆいが生きていた頃のプロジェクト。正人は感情を押し殺して答えた。あれは途中で中断した。もう研究していない。でも聞ける方法はあるんですよね。少女の目には強い光があった。何のために？私の名前は星名。母が夜空の星を見て名付けたんです。だから死ぬ前に星の声を聞きたいんです。その言葉に正人は凍りついた。死ぬ前に？星名の背後から青白い顔の女性が現れた。病院の名札をつけている。すみません、冬木先生。私は松永星名の担当看護師の井上です。勝手に来てしまって。看護師は星名の肩に手を置き、小声で続けた。星名さんは急性の白血病です。命の危険もあると言われているんです。正人は無言で少女を見つめた。その細い腕、透けるような肌、確かに病の痕跡があった。しかしその目は生命力に満ちていた。先生の本全部読みました。難しかったけど何度も読みました。星名は真剣な表情で言った。星が発する電波を音に変換できるなら、私その声が聞きたいんです。私の名前の由来である星の声を。正人は言葉に詰まった。彼女の願いは純粋だったが、答えることはできない。あのプロジェクトは娘を失った後に放棄したものだ。それはできない。その装置は完成していない。星名の表情が曇った。しかしすぐに決意に満ちた顔に戻った。じゃあ完成させましょう。私手伝います。正人は困惑した。子供の思いつきに付き合う暇はない。しかし星名の瞳に映る決意は、かつてゆいに天体図鑑を見せた時の輝きに似ていた。先生、お願いします。星の声を聞かせてください。星名の言葉は正人の閉ざされた心にかすかな波紋を広げていった。第3章、星の声を探して。翌日、正人は古いプロジェクトのデータを引っ張り出していた。数年前に中断した星の声の過聴化実験。本来ならこんな感傷的なプロジェクトに戻るつもりはなかった。なぜ引き受けたんだ。自問しながらファイルを開く。一瞬娘の笑顔が脳裏に浮かんだが、すぐに払拭した。冬木先生、本当にやるんですか？工藤が驚いた様子で尋ねた。正人は無言でうなずいた。あの少女のために科学的意義がある。電波天文学の応用だ。感情を交えない言い方をしたが、工藤は納得していないようだった。装置の再セットアップを手伝ってくれ。その日から星の声プロジェクトが再始動した。かつて開発した装置は宇宙から届く電波信号を人間の過聴域に変換するものだった。技術的には不可能ではないが、課題は山積みだった。冬木先生、来ました。3日後、星名が研究室を訪れた。顔色は悪かったが、目は輝いていた。星名は正人の作業を覗き込んだ。これが星の声を聞く装置ですか？まだ試作段階だ。うまくいくかわからない。正人は冷たく答えたが、星名は気にした様子もなかった。冬木先生はすごいですね。私、宇宙のことあまり知らなかったけど、先生の本を読んでもっと知りたくなりました。
星名は正人の棚から天文学の入門書を取り出した。これ、借りてもいいですか？正人は戸惑いながらも許可した。星名の素直な好奇心が、彼の内側で何かを揺さぶっていた。プロジェクトは困難を極めた。理論上は可能でも、実際に意味のある音を抽出するのは至難の業だった。多くの天体物理学者は、宇宙の音を聞くプロジェクトを非科学的だと一蹴する。冬木、何をやっているんだ。同僚の佐藤が不思議そうに尋ねてきた。聞こえるはずのない音を聞こうとしているのか？それとも、研究だ。正人は短く答えた。佐藤は首をかしげたが、それ以上は追求しなかった。1週間が過ぎ、星名は定期的に研究室を訪れるようになった。星名、無理しないで。井上看護師が心配そうに声をかけた。星名の顔はさらに痩せ、歩く姿も弱々しくなっていた。大丈夫。星の声が聞きたいから。その言葉に、正人は作業の手を止めた。生きることにこれほど執着する少女。対照的に、生きることから逃げ続けた自分。装置の調整は難航した。深夜まで作業を続ける日々が続いた。先生、これは？ある日、星名が正人のデスクの引き出しから落ちた写真を拾った。舞と結衣の笑顔。返して。正人は思わず声を荒げた。星名は驚いたが、写真をじっと見つめた。綺麗な人ですね。この子も、先生の家族だ。もういない。正人は短く答えた。星名は静かに写真を差し出した。私もね、お父さんがいないんです。事故で、正人は動揺した。この少女も、失ったものを抱えていた。だから、母と2人で暮らしてたの。でも今は母も病院に泊まり込みで、星名の言葉が正人の胸に刺さった。彼は黙って装置の調整を続けた。ある日、工藤が興奮した様子で飛び込んできた。先生、シリウスからの信号、パターンが出ました。正人は急いでモニターを確認した。確かに、一定のパターンを持つ電波信号が検出されていた。これを、音に変換できますか？星名が小さな声で尋ねた。正人は深く考え込んだ。試してみる。その夜、正人は久しぶりに夢を見た。結衣が夜空を指さし、パパ、星が歌ってる、と笑う夢。翌朝、彼は決意した。この装置を必ず完成させると。第4章、光と影の狭間で。シリウスからの信号を検出してから1ヶ月が過ぎた。研究室はかつてない活気に満ちていた。先生、別の恒星からも信号を捉えました。工藤が興奮気味に報告する。彼も最初は懐疑的だったが、プロジェクトの進展に熱意を示すようになっていた。ベテルギウスからの信号も変換できましたよ。正人はヘッドフォンで音を確認した。宇宙の星々から届く電磁波を変換した音色は、まるで遠い海の底から聞こえる波のうねりのようだった。これが、星の声？星名が小さくつぶやいた。彼女は週に3回、治療の合間を縫って研究室に通っていた。日に日に痩せていく体で、それでも目は好奇心に満ちていた。正確には振動だ。星は核融合によって振動している。その振動が電磁波となって宇宙空間を伝わる。正人は専門用語を避けて説明した。星名はうなずきながら聞いていた。
冬木先生、星名さんの点滴の時間です。井上看護師が声をかけた。星名はしぶしぶと立ち上がった。また来るね。星名が去った後、工藤が正人に尋ねた。先生、本当にあの子のためにやっているんですか？正人は答えずにデータを見つめた。彼自身にも理由がはっきりとわからなかった。翌週、星名の母親が研究室を訪れた。憔悴した表情の中年女性だった。冬木先生、お時間をいただきありがとうございます。松永さんは深々と頭を下げた。星名のわがままに付き合っていただいて、わがままではありません。正人は思わず言葉を返した。お嬢さんの願いは科学的な価値もある。それは半分は嘘だった。このプロジェクトに学術的価値はあっても実用性は低い。しかし星名の純粋な探求心は科学の本質そのものだった。先生、松永さんは涙ぐんだ。星名は最近初めて死にたくないって言ったんです。いつも強がって私を心配させないようにしていたのに、正人は胸が締め付けられる思いだった。でも先生の研究室に通うようになってからまた生き生きしてきたんです。星の声が聞きたい。で、その日から正人はさらに研究に没頭した。シリウス、ベテルギウス、そしてプレアデス星団へと対象を広げていった。ある日、装置から初めて明確な旋律のような音が流れた。これは工藤も正人も言葉を失った。それは単なるノイズではなく、明確なパターンを持つ音だった。星名に聞かせよう。正人は珍しく笑顔を見せた。しかし、その日、星名は来なかった。容体が悪化して入院しています。井上看護師からの電話だった。正人は録音した音源を持って初めて病院を訪れた。白い病室のベッドに横たわる星名は以前より一回り小さくなったように見えた。顔は蒼白で腕には点滴の針が刺さっていた。冬木先生、星名は驚いた表情で目を見開いた。正人はポータブルスピーカーを取り出した。聞かせたいものがある。星の声を再生すると、星名の目が輝いた。きれい。これが本当に星の声？ああ、まだ改良の余地はあるが、星名はベッドの上で体を起こそうとしたが、力なく沈んだ。それでも笑顔は消えなかった。先生、もっと聞きたい。もっといろんな星の声を。その瞳に映る光が、正人の閉ざされた心を少しずつ溶かしていった。研究室に戻ると、正人は新たな課題に直面した。より強力な受信装置が必要だったが、予算の壁があった。225項の研究費を回せませんか？工藤が提案したが、正人は首を振った。それは学部の重要プロジェクトだ。流用はできない。夜遅くまで代替案を考える日々が続いた。ある夜、正人は久しぶりに自宅のリビングにあるゆいの写真を見つめていた。パパ、星が歌ってるって本当？かつての質問がよみがえる。あの頃は、それは詩的表現だよ、と答えたが、今は違う答えを持っていた。翌朝、正人は村瀬学科長を訪ねた。個人的な研究費を申請したい。村瀬は正人の決意を見て取り、静かにうなずいた。冬木くんが、またあの頃の目をしている。プロジェクトは新たな段階に入った。しかし、
星名の容体は思わしくなかった。通院から入院へと変わり、面会時間も制限された。正人は星名のためにより多くの星の声を集めようと努力した。彼女が笑顔を見せる瞬間が彼の生きる糧になっていた。光り輝く星々と影のように薄れゆく少女の命、その狭間で正人は自分の心が再び動き始めていることに気づいていた。第5章、崩れゆく星々。研究室のモニターは異常な波形を示していた。前日まで安定していたシリウスからの信号が突如ノイズに覆われている。何が起きたんだ？正人は眉間にシワを寄せた。1週間前に構築した新しい受信システムは初めは順調に機能していた。より鮮明な星の声を捉え、星名を喜ばせることができると確信していたのに、電磁干渉かもしれません。工藤が答えた。キャンパス内の他の実験からのノイズが、それなら対策できる。フィルタを強化しろ。正人の声はこわばっていた。時間がない。その焦りが彼を苛立たせていた。星名の容体は急速に悪化していた。前日、井上看護師から電話があった。冬木先生、面会はもう難しいかもしれません。白血球の数値が、思い出すだけで胸が痛む。正人は装置を見つめ直した。予期せぬトラブルの連続で、プロジェクトは行き詰まっていた。先生、別のアプローチを考えてみたんですが、工藤が提案書を差し出した。正人はそれを無言で受け取り、目を通した。これでは時間がかかりすぎる。でも現状では時間がないんだ。正人は思わず声を荒げた。工藤は驚いた表情を浮かべたが、すぐに理解を示した。わかりました。別の方法を探します。その夜、正人は一人で研究室に残った。モニターに映る不安定な波形を見つめながら、無力感に襲われた。天体物理学者として輝かしい成果を上げてきた彼が、一人の少女のために星の声を録音することさえできない。携帯電話が鳴った。松永さんからだった。冬木先生、星名の状態が急変して、正人は息を飲んだ。今行きます。病院に着くと、集中治療室の前で松永さんが泣いていた。医師たちが忙しく動き回り、緊張感が廊下まで漂っていた。何があったんですか？急に発熱して、肺に感染が。松永さんは言葉を詰まらせた。正人は力なく壁にもたれかかった。2時間後、医師が出てきた。一命は取り留めましたが、非常に危険な状態です。免疫力がほぼゼロに近く、医師の言葉が正人の耳に届くが、頭の中は混乱していた。星名の白い顔が浮かぶ。星の声をもっと聞きたい。という彼女の言葉。研究室に戻った正人は、疲労と絶望に打ちひしがれていた。彼は引き出しから舞と結衣の写真を取り出した。どうすればいい？彼の問いかけに、写真の2人は答えない。翌朝、工藤が研究室を訪れると、正人はまだ同じ姿勢で座っていた。目の下にはクマができ、不精ひげが伸びていた。先生、徹夜ですか？音になっていない。正人は独り言のようにつぶやいた。星からの信号は捉えられている。だが、それが本当の声になっていない。星名が求めているのは、もっと。彼は言葉に詰まった。何を言いたいのか。
自分でもわからなかった。先生、休んだ方が。休めない。彼女には時間がない。その日から正人は狂ったように研究に没頭した。食事もとらず、眠ることもほとんどなかった。次々と新しいアルゴリズムを試し、装置を改良した。しかし成果は出なかった。捉えた信号はノイズに埋もれ、鮮明な声にはならなかった。1週間後、村瀬が研究室を訪れた。冬木くん、このままでは倒れるぞ。正人は無言でモニターを見つめ続けた。あの少女のためにやっているんだろう。だが、自分を壊しては何もできなくなる。村瀬の言葉に、正人は初めて顔を上げた。彼の目は充血し、うつろだった。私には何もできない。その言葉は自分自身への告白だった。妻と娘を失った時も何もできなかった。そして今、星名を救うこともできない。その夜、装置が完全に故障した。修理には1週間以上かかるという診断額だった。正人は窓から夜空を見上げた。満天の星々が輝いていたが、彼にはそれらが次々と崩れ落ちていくように見えた。かつては光り輝いていた彼の宇宙も、今は闇に沈みつつあった。第6章、最も暗い夜に、装置の修理が進まない3日目、正人は病院の屋上にいた。星名の容体は安定したものの、意識が戻ることはなかった。星の声を聞かせるという約束を、彼は果たせないまま時間だけが過ぎていった。結局、何も変わらなかった。夜空に向かってつぶやいた言葉が、冷たい風に散った。妻と娘を失った時も、今も、彼は無力だった。科学者として世界の謎を解き明かす力があっても、大切な人を守ることはできない。冬木先生、後ろから声がした。振り返ると、松永さんが立っていた。星名のことで、ありがとうございます。正人は困惑した。感謝されるようなことは何もできていない。むしろ、彼女に希望を持たせておきながら、裏切ったのだ。何もできませんでした。約束を守れなかった。いいえ、松永さんは静かに首を振った。先生は星名に大切なものをくれました。好奇心を、そして希望を。彼女は星名のスケッチブックを差し出した。開くと、そこには星座や宇宙の絵が描かれていた。入院してからも、星名は宇宙への憧れを描き続けていたのだ。先生が来るようになってから、星名は初めて、将来、という言葉を使いました。大きくなったら宇宙の研究がしたい。で、松永さんの言葉が胸に刺さった。正人は自分自身のことしか見ていなかった。失敗への恐れ、過去への執着、それらが彼の視界を曇らせていた。私も妻と娘を失いました。正人は初めて他人に話した。松永さんは静かに聞いていた。彼女たちを救えなかった自分を許せなかった。だから研究に逃げた。人との関わりからも逃げた。夜空の星々がかつてないほど鮮明に見えた。でも星名は違った。彼女は前を向いていた。松永さんは涙ぐみながら微笑んだ。先生、星名はまだ待っています。星の声を。その言葉に正人の中で何かが動いた。装置は壊れた。時間も少ない。しかし、それでも最後にもう一度やってみます。
正人は星空を見上げた。そこには妻と娘も見守っているような気がした。私は逃げてきました。でももう逃げない。その夜、正人は最も暗い闇の中からかすかな光を見つけていた。第7章、星を救う手。研究室に戻った正人の目には新たな決意の光があった。部屋に積み上げられた資料と壊れた装置を前に、彼は立ち止まった。違う角度から考えよう。正人は白紙の紙に新たな設計図を描き始めた。従来のアプローチは複雑な機械による信号の変換だったが、それは脆く、壊れやすかった。シンプルに、彼は基本に立ち返った。電波望遠鏡のデータをパターン認識させ、音に変換する。しかし今回は高度なアルゴリズムではなく、よりプリミティブな形で、工藤、来てくれ。早朝、正人は助手を呼び出した。新しい方法を思いついた。もう複雑な装置は使わない。代わりに、彼はシンプルな変換プログラムを示した。工藤は目を見開いた。これなら、確かに修理の必要がない。二人は急ピッチで作業を進めた。データセンターから過去に集めた星のデータをすべて呼び出し、新しいアルゴリズムを適用していく。一つ、また一つと、星々の声が生まれていった。シリウスの声。スピーカーから流れる音は、以前より素朴だったが、不思議な存在感があった。低音から高音へと緩やかに変化する脈動は、まるで遠い星の鼓動のようだった。ベテルギウス、プレアデス、次々と星の声を録音していく。一晩中作業を続け、夜が明ける頃には10個の星の声が集まった。これで、正人は疲れた顔に微笑みを浮かべた。工藤も安堵の表情だ。間に合いました。しかし安心するのは早かった。病院からの電話が鳴った。冬木先生、星名さんの容体が急変しました。今すぐ来ていただけませんか。井上看護師の声は震えていた。正人は録音データを保存し、急いで病院へ向かった。病室には松永さんが泣きながら立っていた。ベッドの上の星名は呼吸器をつけて眠っていた。その顔はまるで透明になりそうなほど青白かった。医師の話ではもう長くないかもしれないと松永さんは声を詰まらせた。正人は無言でポータブルスピーカーをセットした。星名さん。正人は少女の耳元で静かに呼びかけた。約束した星の声、聞かせてあげる。彼はスピーカーからシリウスの声を流した。穏やかな脈動が病室に満ちる。続いてベテルギウス、そしてプレアデス。聞こえてる？これが星の声だよ。正人の声が震えた。ずっと抑え込んでいた感情が堰を切ったように溢れ出す。星たちはいつも君のことを見ているんだ。君の名前の由来の星もずっと。松永さんが静かにすすり泣く。しかしその時だった。星名の指がかすかに動いた。星名。松永さんが駆け寄る。星名の目がゆっくりと開いた。星の声、かすかな声だったが、確かに聞こえた。聞こえている。これが星の声だよ。正人はうなずいた。星名の唇がかすかに微笑んだ。きれい。冬木先生。ありがとう。彼女は再び目を閉じたが、その表情は安らかだった。医師が駆けつけ、
バイタルをチェックする。信じられない。一時的ですが状態が安定しています。マサトは星名の小さな手を取った。かつて娘の手を握ったように星の声が君を呼んでいるんだ。まだ行かないで。マサトの方を温かいものが伝った。それは3年ぶりの涙だった。エピローグ。星を継ぐもの。半年後の晴れた日、大学の講堂は小さな子供たちであふれていた。天井には投影された星々が輝き、スピーカーからはシリウスの声が静かに流れている。こちらがシリウスの声です。壇上に立つ冬木正人はかつてない柔らかな表情で語りかけた。子供たちの目が好奇心で輝いている。宇宙は決して沈黙していない。私たちが聞く耳を持てば星たちは語りかけてくれる。会場の後方では車椅子に座った星名が微笑んでいた。彼女は奇跡的に危機を脱し、今は通院しながら少しずつ回復していた。その隣には晴れやかな表情の松永さんがいる。冬木星の声プロジェクトは正人の個人研究から大学の公式プログラムへと発展した。星名の体験がメディアで取り上げられ、日本中の入院中の子どもたちに星の声を届ける活動が始まった。講演後、正人は星名のもとへ歩み寄った。今日も来てくれてありがとう。私が来ないわけないじゃない。これは私たちのプロジェクトだもの。星名の言葉に正人は笑顔を返した。辛い治療の日々が続く星名だが、彼女の目の輝きは決して消えなかった。次はアンドロメダ銀河からの信号に挑戦しようと思うんだ。すごい。私も手伝う。星名は顔を輝かせた。正人は彼女の肩に優しく手を置き、天井の星々を見上げた。研究室に戻る途中、正人は夕暮れの空に最初の星が輝くのを見つけた。彼はポケットから写真を取り出した。舞と結の笑顔。今では胸を締め付けるような痛みはない。代わりに温かい懐かしさがある。見ていてくれたね。正人は空に向かって静かに語りかけた。彼の宇宙はもう閉ざされてはいなかった。帰宅するとテーブルの上に星名からの手紙が置かれていた。開くとそこには未来の夢が綴られていた。大きくなったら冬木先生みたいな科学者になりたいです。そしてもっとたくさんの人に星の声を届けたいです。正人は星空が描かれたその手紙を胸に抱き、静かに微笑んだ。彼は今星の声を聞くだけでなく、その美しさを多くの人に伝える役割を担っていた。それは科学者としての新たな使命であり、人間としての彼の再生だった。星を救う手はいつしか星を継ぐ心へと変わっていた。